どうも、ユースフィルムのゆうです。いや、この前でですね、α7-4 の設定動画を、公開したんですけれども、正直あんまり再生されなくてですね、というのも、調べると、僕の動画 FX3 で、検索して、見ていただける方が非常に多いみたいで、ということでですね、僕の普段使っているこのFX3 の設定動画というのを公開していこうかなというふうに思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。特にですね、この間の紙アップデートでですね、この FX3 かなり動画機として使いやすくなってきているんじゃないかなというふうに思います。ただ、初めて聞くような機能とかもたくさん入っているかと思うので、今日はですね、そこら辺も細かく見ていきながら解説していければというふうに思います。それでは早速行ってみたいと思います。ここに画面を、後で編集して出したいと思いますが、はい、それでは上から見ていきたいと思います。はい、まずは画質記録ですね。画質記録は、まず記録方式、僕は XAVCHS4K という記録方式にしています。で、フレームレートが 120fps。で、記録設定としては、280Mbps の 42210 ビットという記録方式にしています。で、普段、僕が動画を撮るときに、基本的には、奥さんとデートに出かけた時に Vlog を撮ることが多いんですけれども、事前にこういう編集をしようというふうに決めて、動画を撮るというよりは、その場その場で、考えながら撮っていくことが多いので、後でスローにするかしないかっていうのはなるべく選択肢として撮っておきたいというところがあるので、なるべく特別な意図がない限りは 120p で、撮るようにしています。はい、以上が、記録方式の説明になっていて、はい。で、このログ撮影設定の部分ですね。これが、FX3 の今回のアップデートの目玉機能という風になっておりまして、これまでのものを使っているともう完全に初めて目にする機能かなという風に思うので、最初かなり戸惑うかなという風に思うんですけれども、ちょっと簡単に説明していきたいと思いますが、まずこのログ撮影、3つの方式があります。で、1つ目がこのフレキシブル ISO。で、2つ目がシネ EI クイック。で、3つ目がシネ EI というこの3つになっています。でですね、一個一個簡単に説明しますと、フレキシブル ISO。これは、今までのように、撮影シーンに応じて、ISO を自由に、一番下から一番上までこう自由に変更して使う方式になっています。もうこれは今までと変わらないので、イメージできるかなと。で、このシネ EI クイックというところからシネ EI というものが出てくるんですけれども、このシネ EI というのが、こういう FX3 とか、α7S3 とかもそうだと思うんですけれども、いわゆる一番多い、ダイナミックレンジで、撮れますよという ISO って決まってて、それが ISO800 と 12800 のこの2つなんですね。で、この800と 12800 だけで、撮影しますよというのがシネ EI の機能となっています。で、ただ、その800、12800でそれぞれ撮影するときに、撮影自体、いわゆるデータとして取り込まれる、ISO 自体はそれぞれ800と 12800 なんですけれども、この液晶に表示される映像としてのISO は自由に設定することができますよというのがシネ EI の機能になっています。はい。で、このシネ EI クイックというのは自動でシーンを判別して、ここでは800だな、ここでは12800だなというのをカメラが自動で判別して、それに自動で切り替えてくれるというものになっています。で、このシネ EI、クイックがついてないシネ EI は自分で、このシーンは800、このシーンは12800で撮るというのを自分で決めて切り替えて使うというものになっています。で、僕はこのシネ EI という方、自分で決めて、撮るというふうにしています。はい。で、細かくですね、このフレキシブル ISO、とシネ EI クイック、シネ EI、それぞれ何が違って、そもそもなんでシネ EI という機能が必要なのかということに関しては、これだけでもう一本の動画が撮れるぐらいの話かなというふうに思うので、ちょっと今回は省きたいなというふうに思います。もし、そこもね、細かく見たいよというところがあればですね、コメント欄に、動画作れというふうにコメントしていただけたら、作りたいと思うので、ぜひコメントいただけると嬉しいです。はい。ということで僕はシネ EI を使っているんですけれども、それに対してですね、この色域というものを選ぶことができます。で、
で、この sgamat3.cine というものと sgamat3 という2つを選ぶことができるんですけれども、僕はこの sgamat3 というものを使ってます。で、この sgamat3.cine と sgamat3 どっちを使うべきかということに関して、正直僕も答えは、見つかってないです。個人的にはsgamat3 の方がこうフラットな見た通りの絵を出してくれるなぁと、比べてみて思ったので、こっちを使っています。色域も、比べると sgamat3 の方が、広いということらしいので、僕はこっちを使うようにしています。ただ sgamat3.cine の方が、なんか雰囲気のあるような映像が上がってくるので、そっちの方が好きという方も多いと思うので、ここは本当に、それぞれの好みかなというふうに思います。はい。続いて、撮影モードの露出制御方式ですね。ここは僕はフレキシブル露出モードを使っています。このフレキシブル露出モードも細かいことは他の動画で、話しているので、ぜひそちら参考にしていただきたいんですけれども、ここはもうマストかなというふうに思います。はい。で、続いて、このズームの部分ですね。で、僕は超解像ズームをここに割り当てています。で、ズームレバースピードとかは本当に皆さんの好みかなというふうに思いますので、一応、ここに僕がどういうのを設定しているのか貼っておくので、ぜひ参考にしていただけたらなというふうに思います。はい。で、撮影画面表示は、記録中の強調表示を入りにしていて、周りに、赤い囲いみたいのができるようにはしています。で、マーカー表示は入れていて、アスペクトマーカーが 2.35 対1。のもの、いわゆるそのシネマティックな動画を撮るときに、上下がクロップされる形で編集するんですけれども、初めからどこがクロップされるかなというのをなるべく撮影している段階で意識しながら、撮っているので、そこになるべく被写体を入れないようにしようみたいな、意識づけのためにこのアスペクトマーカーを入れています。で、次がこのベース ISO ですね。このFX3 のアップデートから追加された機能というか、シネ AI の機能になるんですけれども、いわゆるさっき、言ったように FX3 のダイナミックレンジを一番広く確保することができる ISO というのが800と 12800 なので、ベース ISO を800もしくは 12800 というところに設定しています。こういう風に800、12800が選べるような形になっています。で、このエクスポージャーインデックスというのがシネ AI の機能になってくるんですけれども、いわゆるそのベース ISO で撮ったものに対して液晶でどの ISO で表示しますかというものになっています。僕はこのベース ISO12800 の時はエクスポージャーインデックスを3200に設定しています。そういうのも室内とかちょっと太陽光があんまり入らないようなところとか、ちょっと雰囲気のいいカフェの中とかも、ベース ISO は800で撮るとちょっと暗すぎるから12800に上げたいなということが結構あったりするんですね。そういう時とかに12800にして、で、エクスポージャーインデックスも12800にするとほぼ白飛びしている状態になってしまうんですね。ただ、そのほぼ白飛びしているように見えるものも PC に入れて、露出を下げていくと結構色が復活して、編集しやすい状態、むしろ暗部の、階調とかもしっかり残っている状態で編集できるので、僕はなるべく、12800で撮るときはかなり露出オーバーで撮ることが多いんですね。で、そういう時にこれすごい今回シネ AI になって便利だなと思うのが、今まで完全にめちゃめちゃ白飛びしてる状態でこれが本当に撮れてるのかっていうわからない状態で、撮影してて、編集してる時、ちゃんと撮れてたってなることが多かったんですけど、今回のこのシネ AI からそのエクスポージャーインデックスで見た目の、露出とか ISO を下げることができるので、12800で撮ってて、本当はね、この記録されているところとしては、すごい白くなっちゃってるんですけど、なるべくその露出を抑えた形で確認することができるので、かなりその点便利になったかなというふうに思います。ここは、どういう映像に仕上げたいか、アンダー目に撮りたい人もいると思いますし、僕はどっちかというとちょっと露出オーバー目に撮ることが多かったりするので、この方法をとっています。はい。で、続いては、この露出補正の部分ですね。今これプラスマイナス僕 0.0 になってるんですけれども、基本はこうやってグレーアウトしている状態になっているんですけれども、これをフレキシブル ISO のいわゆるそのオートモードをオンにするとここが、動かせるようになります。なので、僕は、フレキシブル ISO にするときはプラス2に設定しているんですけど、ここをいじりたいときは一旦オートモードにしてからじゃないとここがこうやってグレーアウトしちゃうので、
オートモードにしてから設定してまた戻す。ちょっとここはめんどくさいんですけどね、ぜひそこも参考にしてみていただけたらというふうに思います。はい。で、続いてが、はい、ホワイトバランスですね。で、皆さん、残念なお知らせなんですけれども、FX3 の、アップデートをした場合、思念 AI を使っていると、オートホワイトバランスが使えません。使えないんですね。これ本当なんで使えないのかマジで意味不明なんですけど、思念 AI という機能がね、そもそもかなりプロフェッショナル向けな機能になっているので、撮影しますよ、ロケに行きますよ、もう露出もホワイトバランスも完璧にバシッと決めて撮影しますみたいな人が使う前提だからかもしれないんですけど、ホワイトバランスがですね、オートで使えないんですね。なので、撮影するたびにですね、白いものを探して合わせたりとか、肌見つけて合わせたりとか、いうことをしています。非常にめんどくさいです。もしですね、技術的な問題がないのであれば、次のアップデートでぜひソニーさん、オートファイトバランス追加していただけると嬉しいです。はい、ということでですね、このホワイトバランスを合わせるときに僕はこのカラーフィルターというものを使っておりまして、そのね、撮影環境に応じて、なるべく白いものが白い、肌が一番適正になるような、場所をこう瞬時にね、最近慣れてきましたけど、合わせて、で、撮影開始みたいな、方法をとっています。早くオートホワイトバランスが追加されてほしいです。はい。で、続いてカラートーンですけれども、今回の FX3 の、アップデートからラットを、カメラ内に入れることができるようになりました。これはもうすごい便利な機能なんですけれども、こうやって、いわゆる今までのログで撮ったまんまの S-Log3 のちらっちゃけたようなものから S709、709、800% というものがデフォルトで入っていて、それに対して自分で作ったラットを追加することができるようになっています。僕はですね、この709、800% というものを使っています。これがいわゆる見たまんまの色というか、に近い色域になるんですけれども、さっき言ったように、FX3 のアップデートからホワイトバランスを自分で、整えなきゃいけなくなってしまっているので、なるべく見たまんまの色が出てきてくれないとマジで合わせる時に何があるのか、分かんなくなっちゃうので、ここは僕個人的には思念 AI を使っている人は709で、やるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、で続いてゼブラ表示ですね。僕は、ゼブラ、はカスタムにしています。ここはいろいろ多分正しい方法があるのかちょっと正直わかんないんですけど、僕はカスタムにしていて、このカスタムにしている状態で人の肌にちょっとゼブラが乗るぐらいが個人的には適正露出かなというふうに思っているので、この設定にいろいろ試した結果、落ち着いています。ここはね、本当に人の肌の適正露出って多分撮影する人それぞれだと思うので、編集する人それぞれだと思うので、ここはもう本当にいろいろ試してみて、自分に合う設定を選んでいくのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、続いてフォーカスモードはコンティニュアス AS で、AF で、トランジション速度は5、乗り移り感度も5にしています。ここはですね、正直、撮影する状況、手前に被写体の手前に何か通り過ぎることがあるのかないのかとか、カメラワークすごい早くするのかしないのかみたいなところでかなり設定いじるので、ここは皆さんも撮影のシーンに合わせていろいろ試してみていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、フォーカスエリアはワイドで、ここら辺は特にいじってないですね。はい。で、続いてカスタムボタンですね。はい。いよいよカスタムボタンですが、当然 FX3 なので動画メインで話していこうかなと思います。はい。で、まず最初、背面のここの部分ですね。ここの部分の解説になります。まず、丸1、このフォーカスマグというふうに書かれているところのカスタムボタンですね。ここに関しては手ブレ補正のオンオフを入れています。基本的にさっき言ったように FPS120 で撮ることが多いので、120だとアクティブ手ブレ補正そもそも使えないので、スタンダードで撮ることが多かったりするんですけれども、例えば、FPS60 とか24で撮るときとかは、当然持って歩くときとかはアクティブ手ブレ補正を入れているんですけれども、例えばジンバルに置くとか、三脚に置くみたいな時はなるべく瞬時に手ブレ補正を切りたいので、ここはカスタムボタンに設定して、すぐにオンオフできるようにしています。はい。で、続いて、この丸2の、部分ですね。いわゆるこの背面では4と書かれているカスタムボタンなんですけど、ここは露出補正に設定しています。で、露出補正なんですけれども、なんでここに設定しているかというと、フレキシブル露出補正にしているときに、
オートにしますと。っていう時に、基本的には、2に設定しているんですけど、状況によっては当然2じゃダメな場合もあったりするので、なるべくここで、設定できるようにして、2がいいのか、プラス1がいいのかみたいなところは、撮影する状況に応じて設定するように、ここに設定しています。はい。続いて、3ですね。この、いわゆる真ん中のボタン。ここはですね、正直ミスタッチが多すぎるので、あんまり何も設定しないようにしています。ここになんか設定しちゃうと結構気づかぬ間に押しちゃっていて、全然違う設定で撮っていたみたいなことが、あったりするので、ここは、何も未設定にしています。この4番ですね、クイックホイールというのかなの左側。これはもうそのままですね、ゼブラ表示切り替えにしています。で、5番に関してはピーキング、これもこのままですね。で、6番。ここデフォルトだとシャッタースピードの変更になっているんですけれども、シャッタースピードはね、あんまりそんなにいじんない、っていうか、本当にいじんないので、動画撮ってる時は。ここはシャッタースピードじゃなくて、前メニュー表示にしています。ですね、ここ、FX3 って、当然ここにね、メニューボタンがあるんですけど、ちょっとね、正直ここ、親指で押すの遠いんですよね。遠くはないんですけど、あと、前に使っていた場所、に、ここ移動するじゃないですか。なので、結構ですね、ここマイメニューに設定していることで、必ずこのマイメニューにピュッと移動するので、僕はここマイメニューに設定して、いつでもこのマイメニューに飛べるようにしています。はい。で、カスタムボタンの、これが背面の以上かなになりますね。続いて、この上面ですね。FX3 のこの上の部分の解説になります。まず、丸1。ここは長押し AV オートマニュアルになります。いわゆるフレキシブル露出モードにすると出てくる機能になりますね。ここで、いわゆる F 値というものをロック解除できますし、あとは長押しすると絞りがオートになるという設定になっています。で、次2番ですね。ここがホワイトバランスになります。これもデフォルトのままですね。ここを押すことによって、ホワイトバランスを、都度、思念 AI の、欠点かなと思うんですけど、都度、ここでホワイトバランスを設定しているという風になります。はい。で、続いて、丸3ですね。ここは、ベース ISO 切り替えになっています。ここね、デフォルトだとフレキシブル ISO のボタンになっているかなと思うんですけれども、思念 AI にしていると ISO を変える、オートにするということをまずしないので、ここでワンタッチでベース ISO を800にするか、12800にするかを設定することができます。思念 AI 使ってる人は、どっかしらに必ずこのベース ISO 切り替えというボタンは割り振っておかないと、毎回ね、このメニューに飛んだりとかしなきゃいけないので、カスタムボタンに割り当てていくことをお勧めします。はい。で、続いて、丸4ですね。このデフォルトだと、フォーカススタンダードかな？フォーカススタンダードが入っている部分になるんですけれども、ここは、僕は長押し TV オートマニュアルを設定しています。基本的にシャッタースピードをオートにする、そのフレキシブル露出モードでオートにするということはないんですけど、ここね、長押しじゃなくて単押しだと、ロックがかけられるんですよ。なので、ここ、基本的にはずっとロックにしています。動いてほしくないので、シャッタースピードは。なんですけど、例えばめっちゃくちゃフリッカーが出ている状態の時とかは、シャッタースピードを100の倍数とかに合わせなきゃいけなかったりするので、なるべくここはワンタッチで切り替えられるように、ここに設定しています。はい。で、5番ですね。ここ、レックボタンの部分。ここは、再押し、オートフォーカス、マニュアルフォーカス切り替えにしています。基本的に FX3 を使っていて、ここのレックボタンとシャッターボタンを切り替えるメリットって、正直僕個人的にはないなと思っているので、基本的にはもう全部このシャッターボタンで、録画はコントロールしているので、ここのレックボタンがいらないという時に、ここはオートフォーカスとマニュアルフォーカスの切り替えに使っています。はい。で、以上が上面ですね。ここの部分。はい。で、続いて前面。ここですね。FX3 ならではだと思うんですけど、ここのボタン。これはレックボタンにしています。自撮りするときとか、こうやって YouTube 撮るときとかは、ここでコントロールできた方がありがたいので、これはここのまま動画撮影に設定しています。で、レンズは、ここはフォーカスホールド。これもそのままですね。で、ダイヤルホイールは、前面ここ。これは、F 値の切り替えというか、ここで F 値をコントロールするようにしています。ここでね、切り替えるよっていう人も多いかなと思うんですけど、正直ここでね、切り替えてると、動画はね、良くなく
なと思っていて、当然ガガガガガガって動くので、ブレますし、特にジンバル使っている時とかは、ここで移動するとジンバルがグイーンって動いちゃうんですよ。それ嫌じゃないですか。なので、個人的に動画を撮っている人は、ここでフォーカスをいじらずに、こっちでフォーカスをいじる癖をつけておいた方がいいんじゃないかなと思います。で、こっちの親指側のホイールに関しては、シャッタースピードのコントロールにしています。基本そんないじることはないですけど、ここを設定しています。で、ISO、普通はね、この、丸3とかこっちで ISO のコントロールってすると思うんですけど、さっき言ったように思念 EI では、そういう風にね、ISO を変えるということがないので、ここは何も設定していないです。はい、ちょっと一気にね、喋りましたけど、カスタムボタンは以上かなと、になります。あとは、ファンクションボタン、ファンクションメニューは、今回の FX3 から写真と動画別々でいじれるようになっています。基本そんないじってない気がするというか、もうデフォルトを覚えてないんですけど、一応こういう風になっています。さっき言ったようにトランジション速度とか乗り移り感度っていうのを僕は結構撮影するシーンに合わせていじることが多かったりするので、このファンクションメニューに設定しています。というか、この一番ね、触りやすい場所に設定してます。はい。で、ちなみに、今回の FX3 の、アップデートから、このファンクションメニューが、このスワイプで出るようになりました。これめちゃめちゃ便利ですよね。今まではこのファンクションって押さなきゃいけなかったんですけど、これで出てくるので、非常に便利かなというふうに思います。はい。で、この静止画独立設定という部分ですね。これは、すべてチェックしています。写真と動画を切り替えたときに、設定引き継ぎませんよというものですね。本当にこれ引き継いじゃうとマジでストレスなので、これは全部チェックしておいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい。シャッターボタンでレックはマストでするに設定した方がいいんじゃないかなと思います。はい。でですね、このタッチ操作の上方向にスワイプ。これさっきまさに僕が言った、このメニューから上方向にこうシュッとスワイプするとファンクションメニューが表示される機能になっているので、これはマストで設定するに設定しておいた方がいいんじゃないかなと思います。で、あとこの撮影時のタッチ機能ですね。これはタッチしたところにフォーカスを合わせるのか、タッチしたところをトラッキングするのかという設定なんですけど、多分ね、デフォルトはタッチフォーカスなんじゃないかな。僕はタッチトラッキングに設定しています。で、ラッド表示は入りですね。はい。ラッド表示は入りにしましょう。はい。以上かな。あとは特にない気がしますね。はい。ということで、以上になります。思念 EI のね、解説、なんで必要なのかとか、それぞれどう違うのか詳しい話が聞きたいという方は、ぜひですね、コメント欄に書いていただけたら、新しい動画を作りたいというふうに思いますので、ぜひコメントいただけると幸いです。今回の動画参考になったよという方は、ぜひチャンネル登録、そして、いいねボタンを、していただけると幸いです。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。